こんにちは、エレキチです。今日はバイポーラートランジスタ1個で作るオーディオアンプの出力の限界に挑戦してみたいと思います。大きな出力を得るためには普通に考えると電流増幅率の大きなトランジスタを使うとか、2個以上のトランジスタを使って2段以上の構成にして出力を大きくするということが普通なされると思います。でも今回はトランジスタを1個しか使わないということにこだわって出力を最大限得るにはどのようにしたらよいかということを考えてみたいと思います。今回は前回の動画で作った一積アンプをもとにトランジスタは同じ、電源電圧も同じで、変更して良いのは抵抗の値のみという条件でできるだけ大きな音を出すことを目指したいと思います。そんな条件で出力を大きくすることなどできないようにも思えますが、バイポーラートランジスタの透過回路を用いてこの回路がどのように動くかを詳しく調べていくと、トランジスタの特性が見えてきて、その特性の一つである入力インピーダンスに関わる回路の一つの要素を調整することによってより大きな音を出すことができるようになるのです。この動画ではそのことについて説明し、実際に回路を作ってみて音を出したいと思います。この動画はトランジスタのインピーダンスについて理解する題材としてとても有益な内容になっていると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今 BGM で流れている音楽は前の動画で作成したアンプで再生している音です。このアンプは直流がスピーカーに流れないようにして回路としては良くなったんですけれども、音が随分小さくなってしまいました。それで今回はこのアンプの出力を大きくする方法について考えていきたいと思います。まず前回の010の動画で作ったアンプの回路図を見るところから始めましょう。これは一つ前に公開した009の動画で作成した回路です。この回路で音が小さくなった原因ですけれども、音が小さいということは前の回路と比較して音声信号の振幅を弱くする要素があるか、あるいは増幅する度合いが小さいかのどちらかです。それでこの問題を解決するには回路のどこでどの程度音声信号が弱まり、またどの程度増幅されるのかということを知る必要があります。それでこれからこの音声信号がこの回路の中でどのように流れるかについて考えていきますが、この音声信号とはこの回路に流れる交流成分のことです。これまでの動画で増幅回路が直流成分と交流成分が重なり合った回路であるということをお話ししてきましたが、今日はそのうちの交流成分について考えていきます。前回の動画では直流成分について考慮しましたが、今回は交流成分について考えているのだということを意識して説明を聞いていただければ嬉しく思います。さて、これからその音声信号、つまり交流成分がどうなるかを考えていきますが、これを考えるにあたり今考えている回路を同じ動作をする回路、これを透過回路と言いますが、この回路をその透過回路に置き換えて考えると分かりやすくなります。それでまずこの回路を理解しやすい形の透過な回路に変形することから始めましょう。まず入力から出力に向かって信号が流れる経路がいくつもあると、入力信号がどこでどの程度流れてどこで弱まるのかなどがつかみにくいので、できる限り回路の入力部分と出力部分がつながる箇所が少なくなるように透過な回路に変形します。左の回路では一つの 5V 電源から入力側のバイアス回路と出力側のコレクタの回路の両方に電流を供給していますが、この入力側と出力側の回路を分離して2つの電源を使った右のような回路に書き換えます。この右の回路のように電源を2つにしても左の回路と同じように動作します。これで
入力と出力の部分がつながっているのがトランジスタのところだけとなり、信号がどのように流れるかが分かりやすくなりました。次に出力側の電源をトランジスタの横に移動します。こうするのはトランジスタと電源をセットで考えた出力信号を供給する部分と、その出力信号を消費する部分に分けて考えると回路の動作が分かりやすくなるためです。電源をこのように移動しても問題なく動作するのか疑問に思われるかもしれませんが、実際にやってみると問題なくこの回路は動作します。さらに分かりやすくするためにグラウンド、つまり0ボルトの地点を下に持ってきます。これでおおむね電圧が高いところが上に、電圧が低いところが下にあるので分かりやすくなります。ここまで来れば抵抗とコンデンサについてはこれまで扱ってきた知識でなんとかなりそうです。でも問題はトランジスタです。これまでこのチャンネルの動画で説明してきた通り、トランジスタは非線形の素子で、どのような電圧がかかったらどのような電流が流れるのだといった何々の法則というような特別な法則や式は存在しません。でも適切なバイアスと入力が与えられているというような特定の条件下での動作だけを考慮できればよいということであれば、トランジスタを同じような動きをする抵抗と電源だけで構成される透過回路に置き換えて考えることができるということが知られています。この回路のトランジスタの部分をその透過回路に置き換えて考えることができれば、回路がどのように動くかがとても分かりやすくなります。ではトランジスタをどのような透過回路に置き換えることができるのでしょうか。この右の回路のトランジスタのところの接続を考えると、ベースエミッタ間に電圧がかかってベースからエミッタ方向に電流が流れ、コレクタエミッタ間にも電圧がかかり、コレクタからエミッタの方向にも電流が流れます。ということは見かけ上ベースエミッタ間に抵抗があり、そしてコレクタエミッタ間にも抵抗があるのと同じと考えられるようにも思えます。ではこの回路のトランジスタの部分を左に書いているような抵抗が2つある回路で置き換えることができるのでしょうか。実際に置き換えてみると次のような回路になります。この回路図を見れば明らかですが、この回路を実際に作って動かしても元の回路のように信号を増幅することはできません。この回路ではトランジスタの出力であるコレクタには直流しか流れませんので、そこに流れる電流は 5V の電源と RO と RC の2つの抵抗からなる閉回路に流れる電流で、電流は常に一定です。それでこの回路で音が出ることはありません。実際は元のトランジスタを使った回路ではコレクタには一定の電流ではなく、ベースに流れる入力電流に電流増幅率 HFE をかけた値の電流が流れますので、この点線で囲まれた回路はトランジスタと同じ動きをするとは言えません。ではどのような回路と考えればよいのでしょうか。今度は透過回路を考える対象としてトランジスタ単体ではなく、トランジスタに電源を加えた点線で囲んだ部分の透過回路を考えてみましょう。先ほど考えた抵抗2つの透過回路ではベース電流に比例したコレクタ電流を流す要素がありませんでした。そのコレクタ電流を流す電源を追加してみます。それを追加したのが左に書いている透過回路です。ここにはベースに流れ込む電流を IB とした場合に、その IB に電流増幅率 HFE をかけた量の電流を流す電流源と呼ばれる電源が追加されています。こうするとトランジスタと同じ動きをする回路になるように思えます。実はこの透過回路はバイポーラートランジスタのパイ型小信号透過回路と呼ばれるもので、エミッタ設置増幅回路の
交流成分を考慮するために用いられます。厳密な動作を考える場合にはコンデンサーなどを含むもっと複雑な透過回路が使われますが、今回はこのシンプルな透過回路を使って回路を考慮したいと思います。この透過回路には入力となるベースエミッタ管と出力となるコレクタエミッタ管に一つずつ抵抗がついていますが、これらはトランジスタの入力インピーダンスと出力インピーダンスに相当するものです。そしてこの透過回路には抵抗の他に電流源と呼ばれるものがついています。この電流源についてここで少しだけ説明します。電流源は私たちの生活で使う電源とは少し異なるタイプの電源です。私たちが使う電源はほとんどの場合電圧源で、電池や AC アダプタなどエレキチアンプで使っている電源も電圧源です。では電圧源と電流源は何が違うのでしょうか。まず電圧源についてですが、電圧源とはその電源に何オームの負荷がつながれたとしても一定の電圧を出力する電源です。例えば右の回路のように5ボルトの電圧源に抵抗をつないだとします。すると電圧と電流は下の表のようになります。どのような値の抵抗をつないでも抵抗にかかる電圧は変わりません。変わるのは電流の方で、抵抗値が大きければ電流は小さくなり、抵抗値が小さければ逆に大きな電流が流れます。では電流源とはどんな電源なのでしょうか。電流源は電圧源とは対照的にその電源に何オームの負荷がつながれたとしても一定の電流が流れるというものです。電流源を左の回路のようにつないでいろいろな値の抵抗をつけて電流を流すと、電圧と電流の関係は左下の表のようになります。この表にある通り、どんな抵抗をつけても電流は変わりません。変わるのは電圧の方です。抵抗値が大きくなるほどその抵抗にかかる電圧が大きくなります。このように電流源とは負荷のインピーダンスが変わっても常に同じ電流を流す電源のことを言います。トランジスタの透過回路に含まれている電源はこの電流源で、外部に接続する負荷がスピーカーであっても抵抗であってもそれが何オームであっても、この電流源からは一定の電流が流れ出すということになります。今までトランジスタの動作についてベースに流れる電流に電流増幅率 HFE をかけた電流がコレクタに流れるということを説明してきましたが、この透過回路はベースに流れ込む電流が IB であるとき、そのベース電流 IB に電流増幅率 HFE をかけた HFE×IB の電流がコレクタとエミッタの間に流れるということを電流源で表現しているのです。ここで一つだけ注意していただきたいことがあります。それは先ほど電流源は一定の電流を出力する電源であるというような説明をしましたが、電流が全く変わらないという意味ではなく、負荷によって変動することがないということです。当然ですが、この電流源の出力電流は IB によって変化します。電流源の出力電流が変わらないというのは、外部にどんな負荷をつないでも変わらないという意味で、この透過回路で言えば RO と負荷の合成抵抗が大きくなっても小さくなっても、それによって電流が変化することがないという意味です。電流源の電流が変化しないというのはそのような意味であるということをよく理解しておく必要があります。ではここで具体的な例として透過回路に実際の数値を適用して増幅回路の動きを考えてみましょう。ここに書いている左の回路を透過回路を使って書き換えると右のようになります。この回路の電流増幅率 HFE を100とすると
ベースに流れ込む電流 IB が左の波形のような 2mA を中心とするピークトゥーピークが 1mA の信号の時には、電流源から出力される電流は HFE×IB を計算して 200mA を中心とするピークトゥーピークで 100mA の信号となることがわかります。また先ほど電流源は接続される負荷が変化しても出力電流が変わらないと言いましたが、それはこの回路で言えば出力として8オームのスピーカーをつないでも16オームのスピーカーをつないだとしても流れる電流が同じだということです。トランジスタの透過回路にある電流源がどのようなものなのかだいぶ分かってきましたが、この電流源についてもう一つ頭に置いておくべきことがあります。それはトランジスタの透過回路に含まれている電流源には出力される電流の上限があるということです。この電流源はベース電流によって電流を変化させることができる可変の電流源です。この出力電流は HFE×IB で計算できますが、上限があるということに気をつけてください。コレクタ電流の上限、最大電流はこれまでバイアスの計算をする際に何度も計算してきましたが、その電流の最大値は出力側の直流が流れる経路にある抵抗と直流電源によって決まります。この回路の場合、その最大電流は VCC÷RC で求まります。このようにトランジスタの透過回路にある電流源には電流の上限がありますので、このことを頭に置いておかれてください。ではここまでで透過回路の電流源について分かりましたので、この右の回路のトランジスタと電源の部分を透過回路に置き換えてみましょう。これがここまでで考慮してきた内容を適用して得られたエレキチアンプ2号 B の透過回路です。抵抗とコンデンサと電源のみの回路になったので、回路の動きがとてもよくわかります。あとは四角い点線で囲まれたトランジスタの透過回路の中に含まれている2つの抵抗 RI と RO が何オームとなるかが分かれば、各素子にかかる電圧や流れる電流の具体的な数値を計算できます。ではこの2つの値、エミッタ設置回路の入力インピーダンスと出力インピーダンスを求めていきましょう。そもそもインピーダンスとは何なのでしょうか。多くの場合、インピーダンスは交流回路の電気の流れにくさであるというような説明がなされます。電気の流れにくさは抵抗においては直流の電圧と電流の比で、コンデンサにおいては周波数によって決まる交流信号の電圧と電流の比です。でもトランジスタでは電圧と電流の比が一定ではなく、周波数にも無関係です。例えばベースエミッタ間ではある一定の電圧がかかるまではほとんど電流が流れず、それを超えると急に電流が流れ出すというふうに、電気の流れにくさがある点で急に変化するといった特異な特性があります。このような電気の流れ方をするトランジスタのインピーダンスをどう捉えたらよいのでしょうか。トランジスタを増幅回路で用いる場合、増幅対象である信号、それはオーディオアンプでは音声信号ですが、それが流れにくいか流れやすいかが重要ですので、その音を表す交流成分の流れにくさを知りたいわけです。一般的にこの交流成分の電気の流れにくさをトランジスタのインピーダンスと考えることができます。ではこれからそのトランジスタのインピーダンスを求めていきましょう。まず出力インピーダンスから始めたいと思います。この左下に書いているのは、今作っているエレキチアンプでも採用しているエミッタ設置増幅回路の基本的な接続の形を書いたものです。このエミッタ設置回路ではベースに
増幅したい信号を入力すると、コレクタに増幅された信号が流れます。この回路のトランジスタの出力インピーダンスを考えてみましょう。出力インピーダンスは出力側から見たインピーダンスですので、出力側から見える電圧であるコレクタエミッタ間の電圧と、出力側から見える電流であるコレクタに流れ込む電流が分かれば出力インピーダンスが求まります。幸い多くの場合、トランジスタのデータシートにその電圧と電流の関係が記されており、右のグラフは TTC5200 のデータシートに書かれているグラフです。このグラフから出力インピーダンスを求めてみましょう。例としてベース電流 IB を 200mA 流した場合のコレクタエミッタ間にかかる電圧 VCE が 5V の時のインピーダンスを考えてみます。 VCE が 5V の時、コレクタ電流は 10A 程度流れますので、電圧割る電流を計算すると 5÷10 で 0.5 オームとなります。ではこの値を出力インピーダンスと考えて良いのでしょうか。いいえ、この計算では正しいインピーダンスは求まりません。インピーダンスは交流の電流の流れにくさですが、これでは交流信号の電圧割る電流になっていないからです。では交流電圧がコレクタエミッタ間にかかった時にどうなるかを考えてみましょう。先ほどと同じくベース電流は 200mA 流れた状態にして、コレクタエミッタ間の電圧は先ほど考えたような 5V の直流電圧ではなく、 5V を振動の中心とする振幅が 1V の交流電圧を外部からかけたとします。その場合、コレクタエミッタ間の電圧は 4V から 6V の間で振動し、最大で 2V 電圧が変化します。その時コレクタに流れる電流の方はグラフから最大で 1A 変動することが読み取れます。この時の交流信号の波形はここに書いたような感じになります。この波形からわかるように、電圧がピークトゥピークで 2V 変化する交流信号をかけた時に電流が 1A 変動しますので、インピーダンスは 2V 割る 1A を計算して2オームとなります。このようにインピーダンスを考える際には、交流成分について考えて、電圧割る電流ではなくて電圧の変化割る電流の変化を計算する必要があるのです。もっと正確に言うと、電圧 V を電流 I で微分した値 dVdI でインピーダンスを求めます。微分について詳しく知りたい方は、高校の数学の微分の内容などを参考にしていただければと思いますが、この dVdI の値は今見ているコレクタの電圧と電流のグラフの接線の傾きから求めることができます。このグラフは横軸が電圧で縦軸が電流ですので、接線の傾きは電気の流れやすさを表すアドミッタンス、つまりインピーダンスの逆数となります。それで求めたい点の接線の傾きを求め、その逆数を計算すればインピーダンスが求まります。ここで今考えたエミッタ設置増幅回路の出力インピーダンスについて、誤った印象が残らないように一つだけ補足しておきたいことがあります。今インピーダンスが何かということを説明するために、グラフの傾きが読みやすい IB が 200mA という非常に大きな電流がベースに流れ込む時の出力インピーダンスを考えたので、2オームというような大変小さなインピーダンスとなってしまいました。小信号の増幅回路でトランジスタを使う場合には、このような大きな電流をベースに流して使うことはあまりなく、通常は出力インピーダンスがこのような小さな値になることはありません。例えばエレキチャンプ2号ではベース電流は 1mA から数 mA 程度で、その時のコレクタ電流と電圧を表す線はこのグラフの一番下に書かれている IB が
20mA の線よりも下に来ます。このようにベース電流が小さい場合、グラフから分かる通りエミッタコレクタ間の電圧がある程度以上になるとほとんど傾きがゼロとなります。傾きがゼロということは電圧がどんなに変化しても電流が変わらないということですから、電圧の変化割る電流の変化の分母がゼロとなり、インピーダンスは無限大に近い値となります。このようにエミッタ設置増幅回路の出力インピーダンスは無限大に近いほど大きいと考えられるということを頭に置いておかれてください。このようにインピーダンスが無限大ということはそれがついていないのと同じですので、トランジスタの透過回路を考える場合には出力インピーダンスを表す RO を省いて入力インピーダンスを表す RI と電流源だけの回路を使うこともあります。ではここまででトランジスタの出力インピーダンスについて分かったので、次に入力インピーダンスについて考えてみましょう。入力インピーダンスとは入力側から見たインピーダンスですので、入力点から見える電圧とそこで観測できる電流から求まります。入力から見える電圧と電流はベースエミッタ間電圧とベース電流ですので、それらの関係が分かれば入力インピーダンスが求まります。でも残念ながら TTC5200 のデータシートにはその2つの関係を書いたグラフはありません。ではどうしたら入力インピーダンスを求めることができるんでしょうか。ありがたいことにエミッタ設置回路のトランジスタの入力インピーダンスは計算で大体の値を求める方法があります。エミッタ設置回路におけるトランジスタの入力インピーダンスはエミッタの抵抗成分である熱電圧 VT 割るコレクタ電流 IC を求め、それに電流増幅率 HFE をかけた値にベース広がり抵抗 RBB' を加えることで入力側から見たインピーダンスを求めることができます。この式にある熱電圧 VT は温度に依存する値ですが、トランジスタを常温で使用する場合においては摂氏27度の時の値 0.026 を使うことが一般的です。より厳密に入力インピーダンスを計算する必要がある場合にはもっと複雑な式を用いる必要があると思いますが、多くの場合この式で十分対応できるので、今回はこの計算式を用いて入力インピーダンスを求め回路を解析したいと思います。ここまででトランジスタの透過回路の3つの要素、電流源と出力インピーダンス、そして入力インピーダンスについて分かり、回路が解析できる状態となりました。でも最後にこの回路の中の音声信号に関係のあるところだけに注目するためにもう少しだけ手を入れたいと思います。一つ前の008の動画で増幅回路というのは交流成分と直流成分が混ざり合ったような構成になっているということを話しましたが、今考えている音の信号はそのうちの交流成分です。それで回路の交流に関わる部分のみを抜き出して考えることにしたいと思います。ではこの回路から交流信号に関係しない部分を取り除いていきましょう。まずこの回路にある2つのカップリングコンデンサーですが、これらは直流をカットしますが交流の信号はそのまま通します。それで交流についてのみ考える場合にはコンデンサーの部分を直結されているものとみなして回路を考えることができます。また 5V の電源も直流電源ですので、交流部分のみを考える場合にはこの電源はないものとみなせます。この電圧源がないということは電位差が 0V だということです。電位差がないということはそこには電流の流れを弱めたり強めたりするものがないということですから、短絡されているのと同じです。それで交流の視点で見ると
この 5V の電源のところは直結されているとみなすことができます。それからトランジスタの出力インピーダンスも今回は無限大と考えますので外してしまいましょう。そうすると次のような回路となります。音声信号、つまり交流に関わる部分のみが抜き出されたのでかなりシンプルになりました。ではここまでで分かったことをまとめてみましょう。まずこの回路から分かるのは、コレクタに流れる電流が大きくなるほどトランジスタの入力インピーダンスが小さくなるということです。そのことは左に書いた入力インピーダンスの式から分かりますが、その式の最初の項を見るとコレクタ電流 IC が分母にありますので、コレクタ電流が大きければ大きいほどインピーダンスが小さくなることが分かります。そしてもう一つ分かることは、 RC の抵抗値が小さいほどコレクタ電流の上限は大きくなるということです。このコレクタ電流の上限が大きければコレクタに流れる電流を大きくすることができます。この2つのこと、つまり RC を小さくすればコレクタ電流を大きくできるということ、そしてそのコレクタ電流を大きくすれば入力インピーダンスが小さくなるということを考え合わせると出力を大きくする方法が見えてきます。ではその方法を探ってみましょう。トランジスタは電圧ではなく流れる電流で動作が決まる素子なので、この回路の出力を大きくすることを考えるには、どこにどの程度の電流が流れるかを知る必要があります。それでまずこの回路の入力側の部分に流れる電流について考えてみましょう。オーディオ機器では音楽信号の強弱を電圧の強弱で伝える電圧伝送が一般的なので、このアンプの入力 Vin につながれる音声の信号源を電圧源と考えることができます。そうすると RI には Vin の電圧がかかりますので、ベースに流れ込む音声信号の電流 IB は RI 分の Vin となります。このベース電流 IB が大きくなれば出力電流は当然大きくなりますので、出力を大きくするためには入力インピーダンス RI を小さくすればよいということになります。ではその入力インピーダンスを小さくするにはどうしたらよいのでしょうか。それについては先ほど考えたように、入力インピーダンス RI を小さくするにはコレクタ電流 IC を大きくすればよいので、その電流を大きくするためにコレクタに接続されている RC の抵抗値を小さくすればよいということになります。では音を大きくするにはコレクタについている RC をできるだけ小さくすればよいのでしょうか。そうは問屋が下ろしません。確かに RC が小さくなると入力インピーダンスが下がり、その結果トランジスタから出力される音声信号は大きくなります。でもその一方で RC が小さくなるほどスピーカーに流れる電流が小さくなってしまうのです。というのは、この RC が8オームのスピーカーと並列に接続されているからです。この2つの抵抗が並列接続された回路では、トランジスタからの出力電流が分岐点で分かれ、 RC を通る経路と8オームのスピーカーを通る経路の2つの方向に流れていきます。ここに流れる電流は RC の抵抗値が小さくなればなるほど、電気が流れやすい RC を通る経路の方に多くの電流が流れてしまいますので、その結果8オームのスピーカーに流れる電流が小さくなってしまいます。このように RC を小さくするとトランジスタの出力が大きくできるんですけれども、その出力が RC が小さくなったゆえにスピーカーに流れていかないというジレンマが生じてしまいます。ではどうすれば RC の最適値を求められるでしょうか。
そうするにはこの回路全体のゲイン、つまりスピーカーにかかる電圧が入力電圧の何倍となるかを表す式を得て、そのゲインが最大となる時の RC を求めれば最適な RC の抵抗値が求まります。ではこれからこの透過回路を使ってゲインと RC の関係を表す式を求めていきましょう。そのためにまずゲインを求めるのに必要となるこの回路の入力インピーダンスを計算しましょう。入力インピーダンスは先ほど説明した通り、熱電圧と電流増幅率とコレクタ電流、そしてベース広がり抵抗を用いてこの式から求めることができます。この式にあるコレクタ電流 IC は音声信号によって振動しますが、この計算ではその中央値を用います。振動の中央値といえばバイアス点ですが、このバイアス点はコレクタ電流の最大値の半分あたりにしますので、この式の IC は RC 分の VCC に2分の1をかけたものとします。この IC を最初の式に代入すると、入力インピーダンスの式はこのようになります。ここまでくればあとは定数を表す記号を数値に置き換えるだけです。先ほどお話したように熱電圧 VT は 0.026 とし、電流増幅率 HFE は120、電源電圧 VCC は 5V とします。残るはベース広がり抵抗ですが、 TTC5200 のデータシートにもこの値は書いてありません。どうしたらよいでしょうか。幸いメーカーの東芝が提供しているスパイスモデルにこのベース広がり抵抗に相当するパラメータが記述されていますので、それを使うことにしましょう。このスパイスモデルについては前に公開した005の動画で扱っていますので、必要な方はその動画を参照してください。提供されているスパイスモデルの中に RB=0.8 という記述があります。この RB というパラメータがベース広がり抵抗に相当します。それで今回この 0.8 という値を RBB' の値として用いて計算することにします。以上で得られた値を式に代入して計算すると、入力インピーダンス RI は 1.248×RC プラス 0.8 となります。ここまで来るのにだいぶ時間がかかりましたが、やっと入力インピーダンスが RC によってどのように変化するかを表す式が求まりました。よかったです。では入力インピーダンスが分かりましたので、これを用いて私たちが最終的に知りたいゲインを計算しましょう。このような計算がもう少しだけ続きますが、次のスライドで終わりますので、最後まで一緒に頑張りましょう。ゲインを求めるには、まず入力に流れる電流を求め、そこから順に出力側に向かって各箇所にどのような電流が流れるかを求めていきます。そして最終的な出力が入力の何倍になるかを求めることでゲインが得られます。それでまず入力であるベース電流 IB から始めましょう。このベース電流 IB はオームの法則から RI 分の Vin で求まります。そうするとコレクタに流れる電流 IC はこのベース電流 IB に電流増幅率 HFE をかけて RI 分の Vin かけ RFE となります。コレクタに流れる電流が得られたので、この電流からスピーカーにかかる電圧を求めましょう。スピーカーにかかる電圧 VSP はオームの法則から RC と ZSP の合成インピーダンスにそこを流れる電流 IC をかければ求まります。 RC と ZSP の合成インピーダンスを計算するとこのようになるので、 VSP はこれに IC をかけたものとなります。この式の IC のところに上で求めた RI 分の Vin かけ HFE を代入すると VSP はこのようになります。あとは
定数であるスピーカーのインピーダンス ZSP と電流増幅率 HFE を代入して、さらに RI に前のスライドで計算した 1.248×RC プラス 0.8 を入れて計算すると、出力電圧 VSP はこのようになります。出力電圧が分かりましたから、やっとゲインが求まります。アンプのゲイン G は出力電圧が入力電圧の何倍になっているかを表す値ですから、出力電圧 VSP を入力電圧 Vin で割ることで求まり、このような式となります。これでやっとゲインと RC の関係が分かりました。この式を使えば RC が何オームの時にこのアンプで音声信号がどれだけ増幅されるかを計算することができます。では実際のゲインの値を計算してみましょう。 Excel を用いて RC の値をいろいろと変えて、このアンプのゲインを計算してみると、このような結果になりました。大きくゲインの値が変化する部分をグラフに書くと右のような形になります。前に作った回路では RC の値が100オームなので、その時のゲインは 7.08 です。これは入力電圧の 7.08 倍の電圧がスピーカーにかかるということです。ゲインが最大となるのは RC が 2.26 オームあたりの時で、その時のゲインは58程度となります。この値を Excel などを使わずに計算で求めたい場合には、このゲインの式を RC で微分して極値を計算すると同じ値が得られます。 RC に100オームがついている今の回路ではゲインが7程度で、ゲインの最大値と比較してかなり小さい値となっているので、抵抗を変えるとある程度音を大きくすることができると考えられます。この結果を考慮して RC の値を決めましょう。ゲインが最大となるように RC を2オームとすることも考えられますが、この抵抗を2オームにするとコレクタに流れる最大電流が 5V 割る2オームの 2.5 アンペアも流れてしまって、消費電力が凄まじいことになってしまうので、少しだけ出力は下がりますが、妥当なところで10オームにしたいと思います。 RC を10オームとした場合、ゲインは40程度ありますし、コレクタの最大電流は 0.5 アンペア程度となり、この抵抗で消費される電力の最大値が 2×0.5 の 2.5 ワットに収まりますので、 RC はこの10オームでいきたいと思います。これはコレクタにつながっている抵抗 RC を10オームに変更した回路です。このコレクタにつながっている抵抗が変わることでコレクタ電流も変わりますので、それに合わせてバイアス抵抗の値を計算し直して2キロオームとしています。これで音がいくらかは大きくなるのではないかと思います。でも最後に音質を改善するためにもう少しだけ回路を調整したいと思います。ここまでで作った左の回路では、スピーカーの片側の端子にカップリングコンデンサーがついていますので、スピーカーに直流が流れることはありません。このカップリングコンデンサーについては004の動画で詳しく説明していますので、必要でしたらその動画を参照していただければと思いますが、スピーカーをこのようにつなぐと、スピーカーの上側の端子が 5V の電源につながっていますので、下側の端子の電圧は 5V を中心にして振動することになります。5V を中心に振動するというと、5V の直流成分を含む電圧がスピーカーにかかるようにも思えますが、そうはなりません。というのは、スピーカーから見ると2つあるスピーカー端子の電位の差しかわからないからです。この回路でもそうですが、スピーカーに音を出すにはスピーカーの片側の端子を電圧が動くことのないところにつなぎ、他方の端子にその基準電圧に対して変動する信号を与えるという方法がよく用いられます。その場合、スピーカーから見てわかるのは、その基準電圧と
変動する信号の電圧の差だけです。それで基準電圧側の端子は電位が変動しない箇所であればどこに接続しても同じです。例えば右の回路はその基準電圧をグランド 0V の箇所に接続した回路ですが、このように変更しても音が出ます。この右と左の2つの回路の透過回路を先ほど考えた方法で求めると全く同じとなることからも、交流的には同じ回路であるということが分かります。ではスピーカーを右のようにつないでも左のようにつないでも全く同じなのでしょうか。そうは言えません。この回路で使っている 5V の電源は理想的な電源ではないからです。電源内部でのスイッチング動作などで電圧の揺れが出ることがあります。そうなるとスピーカーの基準電圧となる端子の電圧が変動し、音声信号の波形が歪んでしまうことにつながります。それで右の回路のようにスピーカーの基準電圧側の端子は音声入力端子の基準電圧と同じグランドにつなぐのが最善です。こうすると回路図に現れない電源電圧の変動の影響を受けにくくなり、音質が向上する可能性があるので右の回路の形を採用することにします。ということで出来上がった回路がこのエレキチアンプ2号 C の回路です。果たしてこの回路の出す音は前の回路に比べて大きくなるでしょうか。実際に回路を作って音を聞いてみることにしましょう。では今回調整した回路から出る音が大きくなるかを確認してみましょう。まず音量を比較するために前の回路の音を聞いてみたいと思います。音が歪まない範囲内で最も音量が大きくなるように調整します。入力を少し大きくしただけで音が歪むのであまり音量を上げられませんね。このあたりが限界でしょうか。では回路を修正します。まずバイアス抵抗を 2kΩ に変えましょう。そして肝心のコレクタについている抵抗を 10Ω の抵抗に差し替えます。いやいや、これはやめるようです。エレキチはこの抵抗を使って以前やけどしそうになったことがあります。痛い目にあってちゃんと学習したようです。おお、エレキチ分かってますね。定格電力が大きな 10Ω の抵抗を用意したようです。抵抗の仕様を書いたラベルです。定格が 5W なら大丈夫ですね。さあ、やってみるようです。お？音は少しだけ大きくなったでしょうか。人間の聴覚は音の大きさの変化を対数関数的にしか感じないと言われているので、音が大きくなってもわずかしかそれを感じないということでしょうか。でもバイアスが少し高くなっているので、もう少し入力信号を大きくしても歪まないはずです。入力の音量を少し大きくしてみましょう。おお、大きな音が出せますね。 RC を小さくしたメリットはゲインよりもより大きな信号を入力しても歪まないことの方が大きいかもしれませんね。エレキチはスピーカーの 5V につながっている端子をグラウンドに接続し直すようです。問題なく音が出ています。音質はあまり変わらないようにも聞こえますが、電源によっては違いがわかるかもしれませんので、このグラウンドにつないだ状態で回路を完成させたいと思います。
無事に回路を調整したアンプから音が出ることを確認できました。ここまでやってみて、エレキチアンプがたった一つしかトランジスタを使っていないのにもかかわらず、ある程度の大きさの音が出る理由が分かったと思います。このアンプで意外に大きな音が出る秘密は、とても大きなコレクタ電流を流していることにあります。この回路ではコレクタに数百ミリアンペアもの大きな電流が流れています。そうすることで入力インピーダンスが下がり、入力電流が大きくなったので大きな音が出るようになりました。さらに大きなコレクタ電流が流れるようにしていることには、バイアス点を高くすることができ、大きな音を出しても歪みが生じにくいというメリットもあります。でもメリットばかりではありません。まず最大のデメリットは、非常に大きな無駄な電力が消費されてしまうということです。この回路では供給される電力のうちの多くが音ではなく熱になって捨てられています。抵抗が熱くなるのはそのためです。もっと効率の良い回路を作れば、同じ電力でもっと大きな音を出すことができると思います。それからもう一つのデメリットは、このアンプの音声入力端子につながれるオーディオ機器に負担がかかってしまうということです。この回路では入力インピーダンスを下げることによって、音声信号を供給する側から大きな電流を受け取るようにしています。別の言い方をすれば、大きなエネルギーをもらっているわけです。ということは、それを供給する側に負担がかかるのは当然です。今回は回路の入力インピーダンスを下げることで出力を大きくできたので、入力インピーダンスが低いことがアンプとして良いことであるという印象を持った方もおられるかもしれません。でも実は入力機器に負担がかかることや他の種々の要素を考慮して、一般的にはアンプの入力インピーダンスは逆に高い方が良いとされています。また機会がありましたら、この件について詳しい内容をお話しできればと思いますが、一般的にはオーディオアンプの入力インピーダンスが低いのは良いことではなく、むしろ悪いという認識を覚えておいていただければ幸いです。今回は透過回路を用いてバイポーラートランジスタを解析する方法と、トランジスタのインピーダンスについてお話ししましたが、いかがだったでしょうか。最初の動画シリーズで作ったアンプほどの音は出ませんでしたが、スピーカーに直流が流れない状態にしてある程度の大きな音が出たので、まずは良かったと思います。さて、今回まででスピーカーに直流が流れない回路が完成したのですが、まだ現在のアンプではスピーカーの性能を最大限活かす回路にはなっていません。それで次回はスピーカーにどのような信号を送ればスピーカーの性能を最大限引き出すことができるのか、またそのような信号を出力するにはアンプの回路をどのように変えたらよいのかということについてお話ししたいと思います。次回はエミッタフォロワーと呼ばれるスピーカーを駆動するアンプを作る人が必ず知っておくべき内容を話したいと思います。それでチャンネル登録してぜひ次回の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。